部屋を片付けていたら障子紙の切れ端が出てきた。薄くてそこそこ丈夫な素材なので、ウイングに使えるのでウイングといえば以前開発した、モノリス界。このコース最大の難所であるレーンチェンジで、マシンが浮いた際にウイングの角度が変化し、ファンとウイングのダウンフォースでマシンを抑え込む、というコンセプトのマシンで、タイムは当時の自己ベストである 2.10 秒。ちなみにこのウイングはその見た目から、と呼んでいる。これに障子紙を使いつつ、マシン自体もアップデートしよう。進化ポイント。1、具材レイアウト。フロントに駆動輪を配置していたのだけど、可変ウイングの動きと相性が悪いので、リア駆動にしてフロントのスペースを確保。2、ファンオフスイッチ。ファン搭載マシンの弱点は、LC 以外でも電力を消費してしまうことと、ダウンフォースが走行抵抗となってしまうこと。それを緩和するための機構を搭載する。3、ダブル駆動モーター。前回検証したジャイロモーメントの知見を活かし、逆回転の駆動モーターを左右に配置することで、アンチロール強々にしつつ、コーナリング時の左右タイヤの回転差を吸収する3段。ちなみに今回はこれを使ってみようと思う。いつものモーターより3ミリ短いタイプ。軽いのと配置のしやすさが利点で、欠点はパワーが小さいことだけど、ダウンフォースはウイングが補ってくれるし、駆動モーターは2個なのでなんとかなる。それと縦に配置した際に重心が低くなるのも旨味。というわけで開発を開始する。まずは具材の配置。一番重要なファンはセンターに、駆動はリア側に配置。トレッドがやたら広いけど、左右別駆動なのでどうにかなる。バッテリーはファンの前のスペースに搭載。これらに合わせてシャーシを設計し、ローラーステーとウイングをつければ、3D データ完成。見た目はモノリス界の正当進化という感じ。3D プリンターで召喚。材料が古くてしけていた影響か糸がすごい。ので、除去。今回は空気の流れをスムーズにするために、ファンモーターの支えを3本にしてみた。モロチン強度も下がってしまうので、内部に 0.8 ミリのカーボンロッドを仕込んで補強。アッセンブル。これにを装着すれば、ファンオフスイッチ搭載可変ウイング式。いや、ちょっと物足りないな。ここは先駆者のカスタムを参考にしよう。私は文字が下手なのでばあちゃんに外注。では改めて。ファンオフスイッチ搭載可変ウイング式空力マシン。モノリスイッチ、完成だ。重量は 51.99g。ファンオフのギミックはここに仕込んでみた。後ろから見るとこんな感じで、コーナリング時に遠心力がかかると銅板が離れて、ファンが一時的にオフになる仕組み。LC 後半は下のローラーでマシンを支えるので、ファンオフにはならないはず。それと今回こんなローラーを作ってみた。ゴムリングがダブルになっていてグリップ力が高い。さらに上下2つのベアリングで保持するので、角度のガタつきが小さく回転もスムーズ。ただし重量は約2倍。スイッチとの動作確認。ファンのみスイッチオン。遠心力スイッチの動作よし。のレスポンスも問題なし。モノリスイッチのシェイクダウンいってみよう。ファンスイッチオン。駆動スイッチオン。ゴー。これはなかなかの速さ。よし。タイムは 2.23 秒。おっと。スローで見ると LC はほとんど浮いていない。まだまだ余裕なので満充電で走らせたいのだけど、最近この界隈である事実が発覚した。いつも使っているこちらのバッテリー、実は普通のリポバッテリーより高電圧で充電できるらしい。確かによく見ると HV4.35V と表記されている。というわけで私も HV に対応した充電器を導入。本来の上限である 4.35V まで充電。それとタイヤ表面に溶けたホースが付着してしまったので、リニューアルついでにハイグリップタイプに交換しよう。今回はタイヤ交換をしやすいように、カーボンロッドを抜くだけで、駆動部を取り外せるようにしておいたのだ。これでバッテリー本来の性能が発揮できるぞ。ファンスイッチオン。駆動スイッチオン。ゴー。良い加速。OK。タイムは 2.08 秒。
モノリス界の記録は更新できた。しかしモーター2個で 4.35V にしては遅いな。何かがおかしい気がする。もしかしてモーター3つだとバッテリー負荷が大きい？試しにファンオフ、ウイングなしで走らせてみよう。駆動のみスイッチオン。ゴー。入るんか。タイムは 2.35 秒。充電していないとはいえ、やはりあまり速くない。あれ？もしかしてファンオフスイッチがよろしくないのか？稼働時に下段のゴムローラーが接触して抵抗になってる説。というわけでファンオフスイッチをアップデート。ついでに動作確認用の LED もつけてみた。こんな感じでメインのローラー位置は固定で、リアに伸びたサブローラーをトリガーにする仕組み。これで走りがどう変わるか。ファンオン。駆動オン。ゴー。むむむ。タイムは 2.46 秒。全然速くならなかった。しかも LED が弱すぎて動作確認ができない。さらにファンオフで確認。ゴー。タイムは 2.78 秒。やはりダメか。もしかしてこのモーターがよろしくない？駆動用だけでもいつものサイズに戻したいけど、ギリギリで設計してしまった。ので、調整して再出力。アップデート。配線と LED もついでに修正。これで速くならないと積む。ファンオン。駆動オン。ゴー。おや？タイムは 2.58 秒。後半の失速はおそらくバッテリー切れ。映像を見返すと、右コーナーの時だけ LED が消えているのがわかる。どうやらちゃんと遠心力でファンオフになっているみたい。ただし LC 後半にも一瞬オフになっている。これは速度との兼ね合いもありそう。次は本命、4.35V 充電で行ってみよう。ファンオン。駆動オン。ゴー。いいぞ。よし。タイムは 2.00 秒。スローで見ると LC は余裕のよっちゃん。2秒フラットでこの挙動は素晴らしい。あれ？ LED 消えてる？映像を見るとスタート前には LED がお釈迦になっていたみたい。さて、パワーソースの追加は難しいので、この先は抵抗を減らしてタイムアップを狙おう。というわけで左サイドの下段ローラーを、前後とも低摩擦タイプに交換してみた。どう考えても吹っ飛びそうなセッティング。ファンオン。駆動オン。ゴー。おー。返した。タイムは 1.91 秒。スローで見ると、LC はまだまだ余裕がありそう。と思いきや3回目でこのマシン初のコースアウト。なんはともあれ自己ベストタイを出すことができた。最後に、なしで走らせてみるか。ちなみにモノリス界の時は外したら遅くなった。ファンオン。駆動オン。ゴー。めちゃくちゃ速かった。そしてリアが浮いてコースアウト。まさかあれを使う時が来るとは。こんなこともあろうかと。リアに拡張用のハードポイントを設計しておいたのだ。重量は 52.62g。この速度で完走できたら新境地が見えるはず。ファンスイッチオン、駆動スイッチオン。ゴー。きたー。自己ベスト 0.13 秒も更新してしまった。スローで見ると、マシンは浮いているものの、最後にカクンと下がっている感じで、4回目はかなりギリギリ。今回は可変ウイングの空力マシンを開発したつもりが、最終的には固定ウイングのマシンになってしまった。駆動やファンオフスイッチは狙い通りに動作し、良いタイムが出たけど、可変ウイングに関しては全くわからなかった。前回ウイングなしが遅かったのは他の要素が原因だったのか、今回の可変ウイングがよろしくなかったのか、はたまたローラーセッティング、駆動の配置、車体形状、気温湿度、コリオリ力、突
敵の引力？ダークエネルギー？最近、JCJC 分かってきたぞ、と思っていたけど、どうやらダミングクルーガー効果でいう、バカの山を登っていただけだったみたい。逆に言えばまだまだ開拓のしがいがあるということなので、今後も色々試していきたい。おまけ。先日静岡県沼津市にある、富士エアロパフォーマンスセンターにて、モノリス界の風洞試験を実施させていただいた。マシン開発のための試験というよりは、小型風洞をミニ四駆サイズのマシンに応用するための実験、的な側面が強い。こんな感じでマシンを逆さにセットし、前方から風を当てながらデータを記録していく。アニメのマシン開発みたいでテンションがぶち上がる。ちなみにモノリス界は、ファンオフ状態ではダウンフォースどころか、リフトフォースが発生していて、ファンをオンにすると、強力なダウンフォースが発生していることが確認できた。今回の試験でマシンの固定方法や、実際の走行状態に近づける難しさなど、改善点が見えたので今後のアップデートに期待したい。風力最大。これ以上は危険です。大丈夫、マシンを信じるんだ。的な妄想が繰り広げられていた。